日こんなマシュマロが来てました。Fuchuni Kenga 8te Hansioku Hadekanai Noni Hukusioku Nanti Yadatara Nida to Karuna Tet Nerionwara こういうのでいちいち食らうほどもう若くないよ。まあでも言う通りですよ。でもね、やります。俺の人生でやりたいことだからということで、改めましてこんにちは、天瀬桃です。前回の動画を出してからいろんな人にコメントいただきました。本当にありがとうございます。いつもたくさん応援くれる常連同僚から久しぶりの方、そしてたくさんのネットのお友達、たくさんねコメントくれてありがとうございました。そして関係各位の皆さんまでもたくさんのコメントご連絡ありがとうございました。リアルのね知り合いの方からも連絡来まして、親、妹、6号の家族、おばあちゃん、会社の先輩後輩、元同僚、昔のバイト先の先輩、高校の同級生、大学の友達。いやみんな見すぎだよ。ネットで本名書かれる X でも近いな。まあとにかくありがとうございます。ありがとう。実家の家族からは、も動画お父さんと見たよ、ほんとよく頑張った、休めてお母さんは正直ほっとしてます、落ち着いたら長野帰ってきてね、一緒にご飯食べよう。お母さん。お父さんからは、仕事休めるようになってほんとよかった、この機会にゆっくりしてくださいね、こっちにはいつでもおいで、待ってますよ。お父さん。妹からは、お姉ちゃん本当にお疲れ様、家族からするとやっと休んでくれるかって感じです、思えば高校時代からノンストップだったもんね、飽きるまでのんびりしてね、今度ボドゲやりに行くって。妹。お父さんからは、動画見ました、いろいろ大変でしたね、いつでもに帰ってきてください、歓迎します。お父さん。お母さんからは、いい選択、給食決めた日が大安だったからすごいいい選択だと思うよ。お母さん。あったかいな。本当にありがとうございます。もう他にもねたくさんのハートフルな連絡をいただきました。ありがとうございます。改めて周りに恵まれてるなって思いました。体調はですねご覧の通りだいぶ元気になりまして、まだ息苦しさとかはたまにあるけど、あとは1日の HP めっちゃ少ねえけど、だんだん普通に戻りつつあるなという感じです。で今回は適応障害中心の骨折みたいのをやってしまったわけなんですけども、最初すごい混乱したけど、今はいい機会だったかもしれないなと思っておりまして、私それなりに勢いのあるそれなりに大きい会社に入りまして、年間バリバリやってきたわけです。でね、お正月、ゴールデンウィーク、クリスマスなどは仕事ばっかりしてたし、深夜早朝関わらず対応が発生したら働いてきたわけだ。6号からはこのままの働き方を続けるなら結婚できないって言われたことあるけどね、そんな感じでシャニムに働いてきたわけだ。そんな会社にいたので周りもシャニムにやってるわけ。同期とか 2,3 年経ったらもう半分以下になってたし、でもその激減期を耐え抜いて残ったやつはもうとにかくシャカリキ頑張るやつばっかり、シャカリキさんばっかりなわけでね。やっぱそうやってめっちゃ頑張ってるとこういう心の骨折する人出るわけだから、ぶっちゃけね結構周りにいてですね。でもそんな彼らも半年ぐらい休んでからは復帰したり転職したりして、バリバリやってるわけでね、何人かにね相談したんよ。でもね言ってた、やっぱ一回こういうのやると一皮むけるよって、改めてなんで働くのかとか自分が何がしたいのかとかねいっぱい考えられるから、本当にそういう機会にしてねって言ってくれた。なのでね自分にとっても改めてそういう機会にしたいなって思ってます。でね、リアル先輩のゆき先輩という方がいて、この方はもともと本当に私のガチの先輩でロボ系 VTuber として活躍されている方ですが、先輩がね素敵な話をしてくれまして、ストレスの許容量っていうのは飲酒量に似てると思ってて、どのぐらいが限界値なのかっていうのは人によって違うし、それを知っておくことが大事なんだって言ってくれました。なので今回本当にヤバくなる前に知れてよかったじゃんって言ってくれまして、いやー本当にそうだなって思いました。私自分で言うのもあれなんですけど、メンタルを壊すわけないと思っていたタイプだったので、こうなると自分ダメなんだなっていうのが分かってよかったなって思いました。でね、今日メインで話したいのは人生が短すぎるっていう話をしたいなと思います。これ病んだ原因でもあったんだけど、人生やりたいことじゃないことをやっていられるほど長くないかもしれないなって思ってましてね。結構女性ならではの価値観もあるんだけど、私はこれまで結構自分の人生でやりたいことがはっきりしてて、それをやってきたタイプの人間でしたと。で新卒 2,3 年目ぐらいまでは人生でやりたいことと仕事でやりたいことっていうのが一致してたわけ。正確に言うと自分のやりたいことをやるためにまずは別のところで数年修行しましょうという形でやってたんだけど、数年頑張った後、大人ののっぴきならない事情でそれが叶わなくなっちゃったわけ。
本当にしょうがないんだけどね。次のチャンスは5年後はあるかもみたいなこと言われた時にとなりまして、でここには結構女性ならではの事情もあるんだけど、自分が会社入った頃、当時20代後半だった女性の先輩がご飯に連れてってくれたので、その時に話してくれた話をずっと覚えてて、やっぱ女性はキャリアを築くのが難しいという話をねしてくれました。うちの会社がエンタメ系っていうのも大いに関係してるんだけど、女性は出産した後やっぱりどうしても現場でバリバリやるのは難しくなると。で時短勤務になったら給料も下がっちゃうし、だからそれまでに、そういう状況になっても自分のやりたいことができるような実力をつけておくことが大事って教えてくれたの。この話結構的を得てるなと思ってまして、もちろん男性にも同じことが言えるんだけど、特に女性は大人になってからの数年間って大きい意味が持つなって思っております。そしてね、一生懸命やってたらあっという間に月日は流れるわけ。改めて自分の時間って無駄にできないなって思うようになりました。結構その言葉もあって、今までねバリバリやってたわけなんだけど、現在ね自分が20代後半になって、で結婚もしたとなりましたってなった時に、自分の時間を磨きたいスキルのために自由に使えるこの数年間、改めて何に使おうって考えるわけですよ。で自分は今後もこの仕事に人生をかけれるのかって考えるわけ。中途半端に仕事していい結果が得られるほどエンタメ業界甘くないからね。私はとってもラッキーなことに、自分がやりたいこと、自分にしかできないことができました。この活動のことね、全然有名じゃないけど、私のことを楽しみにしてくれる人たちが現れたわけ。全然有名じゃないけど、でもいろんな人の楽しみの理由になれたわけ。全然有名じゃないんだけどね、もうこれは大変幸せで嬉しいことだなと思っています。で例えばね、急に入ってきた仕事で配信がなくなっちゃいましたってなった時に、誰かの楽しみをまた潰してしまったなって思うわけ。と考えると、やっぱり仕事も楽しいけど、やっぱ私はこの活動がねしたいなって思っています。もちろん家庭も築きたい。なので時間が少なくなったとしても活動が滞りなくできるぐらいのスキルだったり実力だったりっていうのを今のうちに作り上げておきたいなって思ったの。ここだけの話、もうそれはもともと上司に話してて、結構数ヶ月前から仕事の山が落ち着いたら定時内で仕事が完結するようにいろいろ話し合いを重ねていたところだったんだけどね。その前にメンタルやってしまって本当に申し訳なかったんですけど、一番最初にやっぱり YouTube 本気でやりたいから働き方変えようって決めた時に、前の職場の先輩とかにね相談してたわけで、その時にね、もうその年で自分がやりたいこととか自分にしかできないことを見つけられてるっていうのはめちゃめちゃすごいことだ。超ラッキーだから、本当にそれに向かって頑張れって言ってくれまして、いやもう本当に頭が上がらないんですけど、でもやっぱりね頑張りたいなって思います。ということでね、このお休みの期間は予期せぬ形にはなってしまいましたけど、今心の骨折を治すためにも好きなことをするのが大事とのことなので、一回動画作りに没頭してみたいなと思ってます。でね、これを機に専業にとも思ったけど、東京で生きていくのは大変でして、家賃が高い。今だとちょっと無理かな。あと6号の事情もあるしね。とはいえちょっといろいろ考えてみたいなと思います。などなどいろいろ考えていくうちに、強く思ったのが、やっぱ人生短いから自分の強いところを生かしまくっていきたいなって思ったんだよね。自分の強いところ、自分ならではのもの、自分の強みなどをね、もうとんがりにとんがらせて生きれたいなって思ったの。なのでこの期間はいろいろね興味が向いたものやってみて、数ヶ月後どうするか決めたいなって思います。ということで今後できるだけ週1投稿を目指していきたいと思います。これは自分のケツを叩くために言っている。多分1週間に1回でずっと走り切るわけじゃないんだけど、できるだけそうだな、平均したら1週間に1回出してるペースでは頑張りたい。あとは配信の方も思っているより早めに復帰すると思います。ごめんなさい。これは自分の人生を後悔しないためです。その後心臓に毛を生やして復帰するかもしれませんが、いろいろ思うこともあるでしょう。その時は Twitter や2チャンネルなどでお届けください。職場の人だけは私を叩く権利があるよ。以上